リバー、カワセミ、大名、肩車、後ろ水返し、雷。今日は荒木バット斎先生とコラボよろしく。はい、どうも現代忍者タクです。ニーニンぴょんぴょんということで、忍者じゃないですよ。何持ってんの？これ木刀でございます。ということは今日は忍者ではなく侍。この前浅草で居合という型を学び、今日はさらなる高みを目指そうということで、ここ福島に郡山市にやってまいりました。はい、で今日は先生にね、抜刀術をしっかりと学んで、はい、近々やる侍ものに昇華していきたいと思ってます。あー立ってやりたいよね。かっこいいよね。うわー立ってね。もうご機嫌だなおい。やりたい。でもあいにくの雨です。そうなので今日は道場の中でやらせていただくんですけど、あいにくの雨なのに外で撮らないでよ。もう濡れてるからさっきから。あまりにもねこのステージがかっこいいから、ここでやりたかったからね。そうということで行きましょうか。行こう、はい、けどさ道場に入ったら戦闘服ってわけにいかないと思う。おでは着替えたいなと思って。それでは未来のタクちゃんお返しします。はいはい、過去のタクちゃん受け取りました。この通り侍の格好になりました。かっこいいね。どうも現代の侍です。ニンニン。いや忍者じゃん。そうだね、侍になってる。侍になりました、ということで早速達人をお呼びしましょう。はい、はい、達人よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。わらきり抜刀斎さんです。はい、わらきり抜刀斎です。おい。で先生ね、今日ちょっとプロフィールの方をちょっと教えていただけると思うんですけれども、はい、先生流派は何流になるんですか？流派は無双直伝栄心流と言いまして、はい、それは居合の方なんですね。はい、私剣道と居合と抜刀道って3つ、修行していまして、抜刀の方が、富山流という流派で、居合と抜刀の違いを教えていただければな。そうですよね。はい、まず居合っていうのは日本刀を用いて型を演武する武道なんですね。だから鞘に収まった状態からいかに相手を制するかっていう型で、抜刀っていうのは抜刀道の方は切る方が主体なんですよ。その日本刀の性能を生かしていかに切れるかっていうものを競うというか、その刀の性能を最大限に引き出す武道。以前浅草でちょっと基本を学んだんで、今日はそのステップアップっていうことで、はい、実用達人に教えていただきましょう。はい、じゃあ先生まず教えてください。じゃあまずは切る前に刀の基本の操作からやりましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こう中指にかけます。でこれちょうど3等分になるぐらいで、つばに親指かけて持ちます。始まる前にまず神棚に礼をしますんで、神前に対しては刀をね抜かないように、刃は下なんですね。刃は下です。こういう状態で神棚に向かって礼をします。礼はこう首は下げないで、腰からまっすぐ30度。そしたら刀を持ち替えてもらう。で、あと刀に今度礼をしないといけない。座るときに袴をさばくんですよ。左右に。そうするとこう扇形になってかっこいいんですよね、袴が。袴さばきもこれ一つのねってことなんですね。確かに扇になってないな。そしたら刀をこの紐をねこう持ってもらって、自分の目の前に刃は相手を向けます。そしたら刀に対して礼をします。ここに三角を作って自分の鼻を入れるぐらいな感じで、肘をつけるスレスレぐらいのサイズで、右左と。そしたら今度刀を刺していいんです。浪人刺しって言って、着流しとか着てる人らって刀の刺し方が立った時にこんな感じになるんです。これ落とし刺しなんですよ。武士はこういう刺し方しないんです。こう刀が水平になるぐらいに刺すのに、ここの紐を下にしてここで支えるんですね。そうすると落とし刺しにならないんです。僕だってもうニコラス・ケイジとこの浪人刺しでした。
だから常にこうなるもんだから、ずっとこう押さえてました。だから合ってるんですね。浪人はそういう刺し方してる。そうなんです。浪人はいいんです。それでだからこういうちゃんとした格好だったら年出しはしないで、ここで結束をします。これ流派によって結束の仕方違うんですけども、昔はこう垂らしっぱなし。結束って俺たち結束バンドしか分からないこれ、いや勉強になります。ということでまずじゃあ素振りからはい、いきましょう。よろしくお願いします。必ず刀を扱うときは振る前に目釘の点検をしてください。柄の中にあるこの竹、これが破損したり折れたりしてると振ったときに刀身が吹っ飛びますからね。じゃあまず真っ向は基本刀水平からこう水平で止める。この刀を止めるっていうのが難しくて力入ってどうしてもブレちゃうんですよ。この刀火が入ってるんですよ。溝が掘ってある刀だと振ったときに刃筋が通ってれば音がするんで、こういう音がするんで、こういう音が振り始めから終わりまでなるように頑張ってください。水平です。ここから刀のね握る場所があんまりよろしくないです。結構お尻の方持ってますね。でここに巻き止めってあるんです。ここって握っちゃいけないんです。ここの巻き止めの上を握る。あ、うまい。止まってなかったけども、そこで止めれれば今の良かったです。刀を止めるっていうのは逃げ決めもやっぱ想定しておくんですよ。止めれればそこからまたすぐ手首返すだけでいけちゃうんで、じゃあラスト100点満点をやります。それで次行かせてください。どうぞ。これはなかなか100点満点はおあれ先生今の刃筋どうだったんですか？いや良かったです。100回ぐらい振った中で一番良かったと思いますよ。ありがとうございます。いやでもタクチャンネル史上初のガチ稽古となりましたよ。本当ですか？やっぱりはい道場なんで遊びじゃないんですよ。刀刺したら本当に真剣にならないと怪我しちゃうんで、真剣に学んでもらおうと思います。先生今日はありがとうございました。おいありがとうございました。どんどん次にステップアップしていくんで、30分で終わりみたいな。ということで次の段階先生教えていただけますでしょうか？お願いします。今日はね稽古に来てるわけですので延々と素振りが続くわけです。次は手先切りを先生から学ぶこととなります。これは多分一回やられてるんで大丈夫だと思うんですけども、これも刃筋通すとこういう音が聞こえます。振り方はさっきと一緒ですね。一緒です。こう切った後ちょっと前傾になってます。胸を先生、これは許されないことかもしれないんですけど、お願いとしてなんですけど、これを取るってことでいいですか？いいですよ、いいですよ。いいですか？いいですよ。これ取ったら絶対できる。できます。ああ、言いましたね。それで一発でできると思います。お願いします。ありがとうございます。すごく気持ちが楽になりました。ありがとうございます。力入れすぎですよね。指を使ってないですよ。そうですね。腕で振ってます。先生もっとやらせてください。どうぞ。いいじゃないですか。おお、いいですね。で続いてはここで止めます。刀返します。逆下さ。逆下さもここで止めてください。わかりました。手だけで振るとこういう振りなんですけども、腰乗せるとこういう振りができる。シュッで腰からいく。そう。小指と薬指で右手を軸にして引く。これで剣速をつけるんですよ。使うだけで早く振れるんです。
オッケー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 。バッチグーです。本当だ、この指だ。そう、ここの指で刀を操る。はい。斬撃の瞬間だけ。はい。グッと入れて、あとは脱力して、はい。いかようにもこう刀が動かせるようにして、っていうのは多分活かせるんじゃないかな活かせますね。と思いますね。先生、僕、実技の方が得意です。練習は苦手ですけど、実技は先生を驚かすことができると思います。じゃあ実技をやってみましょうか。お願いいたします。お願いします。タクチャンネル。タクちゃんえ？リアルだね。リアルだよ、ほら。これはあれだよ。指がもうめくれちゃったからね。これは合格もらうまで絶対帰れないよ。で、今から実技だから。実技は太田大丈夫だから。本当に？練習よりも実技の人だから。いやでもその1時間半経ちましたよ。坂口拓教えを後編として、はい。初めてのこの長尺ではございますが、動画長尺にしなくていいですよ。になったら、10分ぐらいです。はい、それでいいです。それでいいです。でもあなたがリアルにこれも使われないと思いますから。これは使えます。使わないでいいです。リアルに疲れてる姿、はい。最高です。はい。じゃあもう行ってください。休みたいから早く。そんなに疲れてるんですか？疲れてます。では少し休んでください。本当に。はい。先生、じゃあはい、切り方を教えてください。はい、よろしくお願いします。我々は基本的にもここから構えない状態でバットをしてその瞬間にも切るんですけども、それだとちょっとまだ難しいと思うので、最初にもう刀構えてもらって、足はさっき言った通りに横に広めに取って、ちょい腰を落とす。で、刃を合わせる。でここから振るだけで切れますから。これだけで。なんでまずは基本の毛先切りからいってみましょう。わかりました。さっきのイメージですね、先生。どうですか、タクちゃん、今までとちょっと感覚違いました？全然違うよ。やっぱ指ちゃんと使ってるし、刀の重みだけでシュッっていう気持ちでやってます。じゃあこの下、ゴムのちょい上ぐらい切ってみますか。で短くなればなるほど難しいんですよ。なんでかっていうと床切る恐れがあって、こうやっぱ刀がどうしても横になっちゃうんで、この高さに合わせて腰を落とす。今の方が切れ角度はいいですね。確かに綺麗に切れてます。こんなにみっちり教えてもらったんで、全然本当綺麗ですよ。真剣にゴムのちょい下ぐらい稽古した結果としてバラがすごく綺麗に切れました。おお、素晴らしい。ありがとうございます。だいたい短くなってくると引っ掛けたりするんですよ。怖くなって、横に行っちゃって刀が、ちゃんと下に触れてますね。素晴らしい。先生、実践が強いです。素晴らしいですね。ありがとうございます。じゃあどんどん行きましょうか。練習で教えてもらったのができるようになったんですね。そうよ。先生から教えてもらったからこうなんだよ。前こうじゃなかったね。確かに切れ味が全然角度あったんですよ。ありましたありました。先生から習って一定とできるようになったっていう。いやちょっとびっくりしました。あんなにすぐに。先生のおかげです。本当にこれは。いや良かったです。ありがとうございます。さすが我が先生。お前の先生。じゃあ先生次の技次行きましょう。じゃあ次は逆下行きましょうか。逆下で注意しないといけないのは足。刀をこう後ろにやっちゃうと足巻き込んじゃうんですよ。なんでこう足の後ろには絶対刀が。ここで刃筋合わせますよね。これをこのままこう下げていって、このままこう上げるだけなんで。切れますね。逆下だとやってみましょう。緊張した。素晴らしい。すごく切れ角度もいいですね。ありがとうございます。
逆ゲサこんな最初から綺麗に切れると思わなかったです。あ、本当ですか。いやじゃあもうちょっと難しい技できますね。はい、やりたくはないですけどやります。お願いします。先生、次にやるのはこのツバメ返しですか。ツバメ返しやりましょう。重要なのは刀を止めない、流れるように切ること、はい、あと角度もできるだけ45度に切る。こんなにめちゃくちゃ難しい技がなんと60点です。じゃあ先生よろしくお願いいたします。こんな感じで流れを止めないようにパンパン今日の練習したところですね。そうです、はい、これがツバメ返しなんです。で角度もだいたい45度に切れるように、はいはい、頑張りましょう。はい。急いじゃいましたね、ここね。急いじゃいましたね。角度もちょっと鋭や角ばいですね。今のはやっぱね、切ろうっていう意識の方が強くて、やっぱりどっか癖が出ちゃうというかね。完全に自分の悪い癖がえぐりが出ております。じゃあもう一回チャレンジ。はい。すみません。お願いします。はい。こぞったー。先生すいません。じゃあ一回逆ゲサ切ってみてください。はい。それっすよ、それ。はい。今切れ方全然違った。でしょ？取ってて流れで切ると切れないんだけど、素晴らしかった今。それを流れで切れるようにするのが難しいんです。はあ、奥が深い。奥が深い。一個ずつできるからじゃなくてつながるの難しさだね。それが技となるんだよね。そうです。それが技なんですよ。そうですよね。いやー道は長いですね。けど太田、成功させるから。おお。先生決まったんじゃないですか今。決まったね。素晴らしい。今のは減点ないですか先生。なし。おお。ちゃんとこう刀も止まらず流れてたし、はい、良かったです。すごい嬉しい。じゃあ先生最後僕がやりたかった超必殺技鱗返しやらせてください。じゃあ挑戦してみますか。挑戦したいです。こうするかしないかは分かんないですけども、はい、チャレンジすることはいいことだと思う。はい、最後チャレンジさせてください。やりましょう。先生ちなみにこのツバメ返しから鱗返しって難易度どのぐらい違うんですか。難易度はね倍ぐらいに上がるかな。点数はツバメ返しが60点、はい、この鱗返しは100点です。100点。先生教えてください。はい、お願いします。やっぱり100点っていう数字大好きです。そうですね。何でも100点取りたい。じゃあ100点いきましょう。はい、先生よろしくお願いします。この技は、はい、まず逆ゲサ切り上げで下を切ります。はい、でこの上が落ちる前にこの上をゲサで切る。はい、刃筋通り切るとこれ藁残ってるんです。はい、それを落ちる前にもう一頭切るっていう。はい、じゃあいきますね。はい、こんな感じでございます。ありがとうございます。鱗返し一発成功でいきたいと思っております。じゃあお願いします。すごい。でもそんなにその落ちる間に切るんですか。落ちないように切るんです。今ドンとこうなってました。はい。で手に多分衝撃結構当たりましたよね。はい、それだと絶対残らないですから。それを衝撃ないように逆ゲサを切る。そうすると藁がバタンって落ちるんじゃなくてふわっと落ちます。はい。お願いします。
しい。もしでもさっきよりはちょっと希望が見えてきた。はい、空振りした時の手のダメージがきついですね。ではこの難易度高く試技で一発で決まった場合100点、この3度目のチャレンジ、これをラストチャレンジとさせていただきたいと思います。はい、じゃあ最後先生に教わった秘技で何も考えないはいという秘技でやります。でも一日してならずということですね。この抜刀道というのは、これがやっぱすぐできちゃったらね、面白さがなくなっちゃう。今日はじゃあステップ3止まりだったけどね。でやっぱ一つの技となったらやっぱ難しいね。今日はじゃあ先生僕のあの技だったんで60点をあげましょう。はい、おー、はい、ありがとうございます。抜刀道がさこんなに難しいもんだっていうのはね、前はちょっとアミューズメントじゃないけどね、そういうところで学んだけど、今回はガチで先生に抜刀術っていうものをね学んで、奥の深さそして難しさ、逆に言うと本物の真剣の振り方を覚えるからこそやっぱ次の侍の映画に、そういう気持ちで振るだけでもまた変わってくると思うし、また次回ね先生に鱗返しからスタートってことで、また一から勉強させてください。ありがとうございました。先生がこの藁切りをやられて抜刀道を歩んでるじゃないですか、YouTube でも発信されてるじゃないですか。してますね。その YouTube を通して先生がこう見てくれてる人に伝えたいことって最後に教えていただければ。私が YouTube やるっていうことはそのチャンネル登録者を増やしたいとか、そういうもの以上に日本刀に触れてもらって日本人に生まれてよかったなっていうのと同時に、やってみたいなって言って居合とか抜刀道の道に入ってくれるってことは一番嬉しいんですよね。そういう日本伝統文化のね良さだったり、やっぱ武道っていうものも素晴らしいよっていうものを伝えて、その道に入ってくれる人をね一人でも増やせれればなと思って活動しております。今回この動画見てもっと興味持って、逆に先生がね今度コロナが収まって大会出た時大会見に行ってね、そっから体験してみて、こんな難しいことをねいとも簡単にシャンシャンってやってるんだっていうさ、けど本当はすごく難しいわけじゃない。だからそういうのをぜひ今回このタクチャンネルでコラボしてもっともっと先生の居合道、興味持ってもらえたらいいなと思います。ではこのチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ神殿に挨拶して今日は終わりましょう。はい